ライトソルトロッド2回目です。前回ソリッドティップを継ぎ、ブランクを切断、インロー継ぎを作り、2ピースブランクに加工。ヒバ丸棒からロッドエンドキャップを作りました。今回は KN フードとリールシート、EVA グリップの加工と各部への塗装です。リールシートは富士工業製の iPS リールシートと KN フードです。以前は DPS スケルトンを使っていました。何度か作りましたが、私に合ったロッドは作れませんでした。これは DPS スケルトンがダメで iPS がいいというわけではありません。持ち方や癖の影響で人によって感じ方が違うということで、もちろん逆に iPS が合わない人もいます。自分にとって使いやすいリールシートを選んでください。 KN フードは K ナット部分を段差から 12mm で切断するので、マスキングテープを貼り、切断箇所がわかるようにします。 K ナットをダイヤモンドカッターで切断します。一気に切断するのではなく、複数箇所から切り込んで最終的に切れるようにすると KN フードを落下させずに済みます。切断面をダイヤモンドカッターで仕上げます。仕上げ切って狙い撃ちになるように切削します。切削でできたバリを取り除きます。外側は手で大まかに取り除き、内側はアートナイフで切り取ります。この時アートナイフは動かさずに K ナットを回転させると簡単です。大まかなバリ取りができたら、マスキングテープを剥がし、400番のサンドペーパーで残っているバリを落とします。終わるとこんな感じです。 K ナット内側のネジ山は全て残っています。狙い位置通りに切断できたか、ノギスで測って確認します。リールシートに貼られているステッカーをアートナイフで端を持ち上げるようにして剥がします。トップリングを測ります。厚さ 4mm でした。 KN フードとトップリングを組み合わせ EVA を接着する部分を測ります。 14mm です。 KN フードをリールシートにねじ込み、使う予定のリールを装着します。 K ナットは実際に使う時と同程度に締め込みます。ノギスで K ナットから 2mm のところを毛書きます。トップリングの厚さの半分です。リールと KN フードを取り外し、基準となる面からの長さを測ります。トップリングとワインディングチェックをつらい位置にする場合は 43mm ですが、今回の場合は 41mm です。ここにマスキングテープを貼ります。基準となる面は測りやすい場所を選んでください。貼り終えたら計測して確認します。2点か3点測っておくと正確です。問題ないようならダイヤモンドカッターで切断します。スクリュー部分の影響でダイヤモンドカッターが斜めに走りたがるので、位置を変えて切り込んでいくと思わぬ取りすぎを防ぐことができます。もう少しで切断できるところまで来たら折って切断すると切れ端が顔面に直撃するのを防ぐことができます。切断面を整えながら長さをマスキングテープに合わせます。マスキングテープを剥がし、アートナイフでバリ取りします。内側は KN フードの時と同様に取り除き、外側はスクリュー部分の影響でサンドペーパーではうまく取れないので、アートナイフで地道に切り取ります。バリ取りできたら KN フードをねじ込み、リールをつけます。狙い位置通りに切断できたか確認します。リール KN フードを外し、スクリュー部分を見ると凸部がペラペラのところがあります。この部分はいらないので削り落とします。スクリューと粒をどこまで削り落とすかを決めます。決まったらアートナイフで切り込みを入れます。角度を変えて再度切り込みます。スクリュー先端からこの切り込みまでの凸部をアートナイフで切り落とします。低い部分とできるだけ同じ高さになるように切り落とします。後で
サンドペーパーで足付けするときに完全につらい位置にするので、こだわりすぎるのも問題ですが、ここで高さが揃っているとサンディングが楽になります。富士工業製のリールシートはサンドペーパーでは結構削りにくいので、ある程度は合わせておいた方がいいと思います。凸粒を落とすとこんな感じです。グリップを切断・成形します。フロントグリップと言っていいのか分かりませんが、K ナットに取り付ける EVA の滑り止めを切り出すため、端から 14mm と少しのところにマスキングテープを貼ります。14mm は先ほど切断後の K ナットとトップリングを合わせて測った数値です。ノギスで確認しながら貼っていきます。動画では1点の計測ですが、3点計測した方が安心して切断できます。フロントグリップと書いてありますが、これでリアグリップとバットグリップを作ります。リールシート側の先端から 74mm の位置にマスキングテープを貼り付けます。この長さは自分にとっての使い勝手やデザインの好みで決まるので、好きな位置にしましょう。旋盤に取り付け、切断・成形します。K ナットにつける EVA です。マスキングテープの端で切断します。切断できたら不要部分をジグから外します。マスキングテープの切れ端も取り除き、再び旋盤にセットします。ノギスで測定します。少し大きいようなので、もう少し切り取ります。切れ端を取り除きます。EVA で薄い場合は引っ張るだけで取り除けます。180番のサンドペーパーで成形します。気のせいでしょうか、動いてるような気がします。気のせいではありませんでした。ジグと EVA の固定が弱いみたいです。結構簡単に動いちゃいます。このままではまずいので、ジグをテサテープでかさ上げします。テサテープを 70mm ほど取り出し、貼り付けます。EVA を戻し、様子を見ます。良さそうなので、サンディングを再開します。薄く、小さな EVA なので、ジグをつかむ力が弱いようです。また動いてずれると困るので、サンドペーパーを押し付けずに軽く当てる程度でサンディングします。いつもは180番で仕上げていますが、小さいせいか荒れて見えるので、320番のサンドペーパーで仕上げることにします。全体的に通し終わったら、角に C 面を取っておきます。成形が終わったので、旋盤から外し、仮組みして確認します。環合が弱いので、テサテープでの調整が必要ですが、それ以外は問題なさそうです。リアグリップとバットグリップを切り離します。リールシートから作ったジグに素材となる EVA をセットしたら、旋盤に取り付けられません。シャフトが出てないです。カッターナイフで切り離します。マスキングテープの端にカッターナイフの刃を当て、少し力を加えながら転がすように回転させ切断します。この方法だと狙った場所で切断できます。ただし切断面は汚いです。切断できたらマスキングテープを剥がし、旋盤加工用のジグに取り付けます。シャフトが出てます。大丈夫です。旋盤加工時の脱落防止にマスキングテープを貼ってジグにリアグリップを固定します。旋盤にセットし切削します。彫刻刀で荒取りします。無難でありがちな形に削っていきます。彫刻刀での切削に自信がない場合は目の粗いサンドペーパーで荒取りしてください。怪我をしては元も子もないので安全には気を使いましょう。リアグリップ終端は使う予定のワインディングチェックの外径より大きくなるようにします。
ダストで見にくくなってきたので掃除します。大体の形になったので180番のサンドペーパーに変えて切削します。形状の修正ができ、彫刻刀の切削痕を消せたらサンドペーパーを変えます。320番のサンドペーパーで仕上げます。いつもは180番で終わりにしていますが、今回は K ナットに合わせます。バットグリップを成形します。まず両端をアートナイフで切り揃えます。刃はゆっくり垂直に入れてください。彫刻刀に変えて荒取りします。成形というよりも成形なので仕上がりのイメージが大切です。どんな形を削り出すか具体的にイメージできない場合は絵や図を描いてイメージを固めてから切削しましょう。荒取りできたら180番のサンドペーパーで成形します。前後単面の C 面やペーパー切り替わりの R 等細かい形状もこの工程で作ってしまいます。320番のサンドペーパーを全体に通したらバットグリップ外形の成形は終わりです。バットグリップの内径を拡大します。ドリルドライバーにグリップリーマーを取り付け、内径を 10mm まで拡大します。8mm から 10mm への拡大なのでグリップリーマーの変更が必要でした。ワンサイズ太いものに変更して続けます。ロッドエンドキャップが通れば完了です。傷つけたくない部分をマスキングテープで保護したら足付けのサンディングをします。KN フードは320番のサンドペーパーで足付けします。フード部分を固定し K ナットを回転させながらサンディングしていきます。 K ナットの凸部全体にサンディングできたら完了です。リールシートは180番のサンドペーパーでパーティングラインとスクリューの加工部分をならしてから320番のサンドペーパーで足付けします。足付けが終わるとこんな感じです。バット側ブランクは塗装する部分の端にマスキングテープを貼り付け、マスキングテープからバットエンドまでを400番のサンドペーパーでサンディングします。ブランクには凹凸があり、これを全て削り落とすと血行カーボンを削ってしまうのでほどほどのところでやめ、いいことにします。動画ではペーパーがかかっていない部分がよく見えるので空研ぎしていますが、よく見て判別するなら水研ぎでも構いません。終わったらマスキングテープを剥がします。ティップ側ブランクは補強の端にマスキングテープを貼り、ソリッドティップとカーボンロービングの補強に足付けします。サンドペーパーは600番です。ブランクを回転させながらサンディングし、ソリッドティップ全体と補強に漏れなく足付けします。足付けが終わったらマスキングテープを剥がします。塗装する部分の足付けが終わりました。これらとロッドエンドキャップが塗装対象なので中性洗剤で洗い乾燥させます。乾燥したらマスキングテープと新聞紙でマスキングします。ブランクのこの部分は三角コーナー用のネットを使ってマスキングしました。リールシートと KN フードには持ち手をつけています。オートクリアーにパールパウダーを加えた塗料をブランクに吹きつけます。この時スパイン側のみに吹きつけ、吹きつけ後はすぐにネットを外します。こんな感じに塗装できます。Z ブラックに塗料を変更し KN フードを塗装します。ドライコートで少しずつ重ねて塗装します。塗料が可動部分に流れないように気をつけましょう。リールシートも Z ブラックで塗装します。塗料が入りにくい部分を優先して吹きつけてから全体をドライコートします。ある程度塗料が乗ったらウェットコートします。今回は複数回吹きつけるのでこれで塗装対象を変えます。ロッドエンドキャップも同様に Z ブラックで塗装します。
吹き付け中にホコリなどがついてしまった場合は、こんな感じでアートナイフで取り除き、すぐにウエットコートすることでリカバリーできます。なんとかなりました。 KN フードとリールシートに2回目の Z ブラックを吹き付けます。塗装対象が複数ある場合はこんな感じでローテーションして塗っていきます。残った塗料はこんな感じに排出しています。 KN フードとリールシート、ロッドエンドキャップに先ほどブランクを塗装したパールパウダー入りのオートクリアーを吹き付けます。リールシートは意図的にスパイン側に多く吹き付けています。ロッドエンドキャップは平面部分を重点的に吹き付けます。ディープマルーンとスーパーレッド、Z ブラックを混合しオートクリアーで希釈した塗料を吹き付けます。透明感のある赤みの強い茶色です。希望の色になるまで重ねていきます。この色の塗装対象は多く、バット側ブランク、KN フードとリールシート、ロッドエンドキャップと4点あります。これらをローテーションして塗り重ねていきますが、パール塗装の上から重ね塗りする場合は必ずドライコートから始めてください。薄塗りでローテーションするから垂れる心配はないと思い、いきなりウェットコートで塗装するとシンナーが下地を浸食し泳ぎムラが発生する場合があります。特に気温が低く揮発の遅い冬場は顕著です。自信があってもドライコートから始めるのが無難です。オートクリアーを塗装します。1回目はウェットコートです。この前に塗った茶色からこのクリアーの塗装まで2時間ほど時間が空いてしまったので、若干下地を浸食させて食いつきを良くするためにウェットコートすることにしました。下地がパールやメタリック、染料系の塗膜では泳ぎムラや戻りムラのリスクが出てきますが、今回の場合は下地塗膜が顔料系塗料の混色なのでそういったリスクが低いと判断しました。オートクリアー2回目です。1回目の直後なのでドライコートでスタートしてウェットコートで仕上げます。本来ならこの後にトップコートのハイパークリアーまでを続けて塗装するのですが、デカールの製作貼り付けの後にトップコートすることにしたので若干時間が空きます。その際には足付けが必要になるので、この工程でホコリなどの異物が塗面に付着しても除去しないことにしました。足付けのサンディングで取れますからね。ソリッドティップを塗装する場合は忘れずに塗っておきましょう。塗装が終わるとこんな感じです。マスキングで作った網目、まあまあ見えますね。ブランクのマスキングテープにある印はスパインです。塗装に使った2液ウレタン塗料、塗装機器などの詳細は概要欄に載せてありますので、興味を持たれた方は参照してください。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。